一番大事なのは、成功している人の共通点は、これを持っている。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。さて、2026年8月の4日に小惑星カイロンがお牛座で逆行を開始します。お牛座の 0.52 度で逆行を開始して、そして来年2027年の1月の6日にお羊座の 26.16 度で巡行に戻ります。この期間、どなたにとっても生まれてきた意味を深く思い出していくとても大事な期間となります。ということで、今日はカイロン逆行の占星術的な意味とこの期間に起こること、星読み予報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、日程を整理しておきます。この逆行の間、カイロンは9月の18日に逆行してお羊座まで戻ります。こちらの方に、内側が逆行開始時、外側が逆行終了時のチャートを見せておりますので、これを見ていただいてわかるように、お牛座からお羊座まで戻るんだよということですね。そして実はこの期間、海王星、土星、パラス、ベスタ、ずっと共にお羊座におりますし、ペルセポネもお牛座におります。こうやって戻っているのがわかると思うんですが、この期間、カイロンと一緒にベスタも逆行したりですね、土星自体も逆行中ですから戻りますし、パラスも戻ってるし、ペルセポネも戻る。だからつまりここの塊、一緒に逆行をするという意味なんですね。ということで、より深く今回の逆行は、もう魂の生まれてきた意味に関係しているよということになります。そして今どこまでにって言ったでしょうか。9月18日お羊座に戻る言いましたね。そして2027年の4月の14日にお牛座にもう一度入ります。で、ここからはもう本当のお牛座回廊期が始まって、なんと2033年の7月の19日までお牛座にずっとステイすることになります。で、その後今回みたいに一回逆行して、双子座からお牛座に戻ったりとかいうことがあって、最終的にお牛座を離れるのは2034年の5月の6日ということになります。ということで、今年8月の4日から来年の4月の14日までの間、2018年の4月の17日にお羊座にカイロンが入ってから実に9年間のお羊座カイロン時代の集大成が始まり、そして完結するということになります。この9年間思い出してください。皆さん、お羊座カイロンのいろんな傷や経験をしてきたということですね。ここを今生産していく期間に入りました。で、お羊座のカイロン、お牛座のカイロン、そもそもカイロンという小惑星はギリシャ神話のカイロン神、私のとても尊敬する、方なんですね。神話の神様を尊敬しているというのは、ちょっと理解できない方もいるかもしれませんが、本当に一番素晴らしいエネルギーを持っている対象として捉えているので、うちの保護猫ちゃんもカイロンっていう名前がついてるぐらいなんですが、そういったお話は別動画でですね、たっぷり上げておりますので、カイロンについて深く知りたい方はそちらもご覧ください。キャプションにつけておきますので。ということですね。そして今回の話に戻します。今回の逆行によって、カイロンはここで見ていただくように、お牛座の 0.52 度からお羊座の 26.16 度まで戻る。ということは、ここを3回通過するということです。この動画で様々な逆行の星読みテクニックをお話ししていきますが、逆行というのはある場所を3回通るという意味なので、この度数にある意味を読んでいくということが大事なんですね。で、占星術では今言ったこの度数は、今世で避けることのできない体験をする場所という意味がある場所なんです。これは良い体験、悪い体験関係なく地球に今回降りてくるっていう時に、これが決まった時に宇宙から与えられた能力とか
本質とか才能のようなもの、みんな持ってます。これを活用するように運命づけられるような出来事が起こる場所、それを体験する場所で逆行します。で、さらにこれまでの人生経験を通して今日までのあなたが体験したから腑に落ちたこと、いわゆる悟ったことの意味に気づき、その悟りや学びを今度は人に提供していくという意味のある場所です。例えば、傷かもしれないけれども、ちょっと病気になって、会社を辞めることになって、半年入院しましたという方が、私のクライアントさんにもいるんですけれども、でもこの経験から自分の食生活を見直したり、本当に体について知ろうと思って、今はセルフケアを、提供している素晴らしい自分の才能と使命をね、経験を通して見つけた方もいらっしゃいますし、ずっといじめられてて、自分には価値がないと思い込んできたという人生を送ってきてた人ですが、いじめられた人の経験が一番わかるし、どんな風に自分の思いを人に伝えるのが難しいかということがわかるので、自己表現が苦手な人をサポートするお仕事をされていたりします。こんな風に、この逆行期間中は、心の傷とか過去の精神的な傷、そういうものをどうやって光に変えていくのかということを見直す時期になります。自分自身が経験してきた光も影もひっくりめて振り返って、その意味を全部ポジティブな気づきに変える作業を行うことがとても大事な時期ということですね。人から伝えられても教えられてもわからない。わかってますよ、頭では。でも結局は聞き流してることっていっぱいあると思います。その病気になるまでは、分かってる分かってると言いながら無理して働いていた。でも実際になってみて本当に苦しかった。もう二度となりたくない。そのためにはどういう生き方がいいのかということを誰よりも真剣に考えた人が、それを今度は提供しているという流れですね。で、先生術では、お羊座の合言葉は I am です。そして、各ね、星座にキーワード、合言葉があるんですが、お牛座のキーワードは I have です。つまりですね、今回カイロンがお牛座に入った直後に逆行するということは、お羊座の持つ I am という、私は何者であるのかという問いに答えるために I have。つまり、私はそのために今世で何を持って生まれてきたんだろう。どんな本質や才能、価値を持ってきたのかを見直すために一度立ち止まるような意味を持っています。これは完全にストップして停車するということではなくて、この後9年続くお牛座の回論期、自分の持って生まれたものをいかに使っていくのかというこの時間を過ごすために古い傷とか未解決の感情とか人生で避けてきたテーマとかですね、そういう課題にもう一度向き合う流れとして起こっていきます。ですからこの時期には持ち物、財産、お金、ステータスという見えるものからが大切だと思い込んでいる価値観の見直し。言ってみるとそういう価値観を持っているから自分を過小評価してしまっている人はもう一度あなたに見えなくても持って生まれている素晴らしい価値があることに気づいて自分の価値を高めていくという作業をすることがとても大事です。自分の才能を認めることへの恐れとか何か抵抗しているものを手放していく。これは逆行中に全ての人が取り組むべきことです。大事なことは、過去の感情を無理に手放そうとか、無理に癒そうとかしないことです。実際に傷ついたんだもん。体験した傷の痛み。これを認めてあげることの方が大事です。この認めてあげるプロセスが必須です。そしてその上でこんなにしんどかった、こんなに傷ついたんだから、この経験は今の自分にどのようにポジティブに作用しただろうか。そんな傷ついただけで終わるわけはない。そうだ。さっき言ったみたいに。病気したけれども、
その辛さが今こうした気づきに変わっているという別角度で傷を光の側面で捉える意識をぜひ持ってみていただきたいと思います。そこに新しい発見があり、それがあなたが今世で授かった才能の気づきとなり、何をするために生まれてきたのかが明確になってきます。逆行、一回お牛座に入って、I have を見直して、そして逆行してもう一度お牛座に戻って、そうか、これを持ってる私は何者であるか。傷を癒す人なんだっていうことに気がついて、そしてお牛座回論期に突入しましょうということです。すでに別動画で上げておりますが、水亀座ドラゴンヘッド期が始まっています。この影響の動画でもお話ししましたが、私たちは自分自身で自分自身をどれだけ過小評価していたとしても、すべての存在は実は平等にこの世界に生まれてきた意味を持っていて、価値を持っていて、使命を持っています。ですから、とても簡単に言ってしまうと、自分のこれまでの経験の中で傷となったもの、後悔しているもの、失敗だと思っているもの、忘れたいと思っていた思い出が、実は他人を助ける力へ変わる時期ですよ、ということです。何度もこのチャンネル内の動画でお話ししてきたギリシャ神話の傷ついたヒーラー、カイロンの物語と全く同じです。私たちが考えられる限り全ての傷を人生で体験してきたカイロンが自分で自分を癒す力を身につけて、その力を使って神々のティーチャーになったストーリーです。この時期、過去の傷を思い出す出来事が起こりやすくなります。ですが、決してひるまないでください。また、自信をなくさないでください。そして自分の可能性を疑わないでください。それを超えて、今、こうして生きているあなたは素晴らしい。その傷を癒せる存在にもうなったということです。その自分の今の姿を意識してください。過去の出来事は闇ではなく、光の中で見るという意識、習慣をつけてください。あなたの強さ、優しさ、愛が必ず見えてくるはずです。私がライフワークとして提供している脳科学と心理学を融合させたセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座という新しい時代のコーチング講座、そして波活と称していますが、波動を上げるためのあらゆる習慣、言葉遣いなどを教えているマニフェステーション実現プロジェクト。これどちらもですね、一番大事なのは、成功している人の共通点は、これを持っている。何かというと、英語で言う faith っていう言葉なんですけど、信じる力なんです。何を？自分自身を。で、これ非常に難しいのはわかるんです。自分が今何者でもないとか、傷を体験しているときに。だけど、自分で自分を信じてあげたその強さ、力、信じている、度合いが、その人生にやはりポジティブな明るい楽しい出来事をもたらすんですね。ですから、もう一度自分を信じるという意識を持ってこの期間を過ごしてみてください。最後にお知らせなんですが、この逆行期間を影に光に変える期間と捉えて乗り切っていただきたいんですが、バースチャートからご自身の開論星座がわかる、誕生日からね、開論星座がわかる早見表とか、調べれば出てきますけれども、そういうセッションとする方は早見表を持ってると、カードリーディングの時にもお客さん誕生日聞いただけで、開論ここにある人だっていうのがわかるので、こういう早見表とその開論の星座によるもう今世であてがわれている光と傷のテーマなどがわかる、そういうテキストなんかも上げております。先生術のテキストをノートの記事で上げているんですが、キャプションについていますが、一部有料ではありますが、より深く学びたい方はそちらもぜひご覧ください。そしていつもお話ししているインスタグラム、それからフェイスブックなどでは結構突発的なライブなども開催して皆さんの質問に答えたりもしておりますので、ぜひまだの方はどちらもフォローしていただくと嬉しいです。あと公式 LINE ですね。たまに公式 LINE の人にしか上げない動画のリンクを上げておりますので、こちらも全部無料ですので、よろしかったらぜひ登録をしてください。
ということで、最後までご覧いただいてありがとうございました。どんな出来事が帰りの逆行中にあっても、自分を信じ続ける。これをぜひ忘れないでいただきたいと思います。また、いろいろと聞いてみたいことがありましたら、このコメント欄にですね、書いていただくと、答えられることがありましたら、お答えしたいと思います。では、素敵な一日を。